皆様こんにちは。恐竜祭りへようこそ。今回の恐竜は、パキケファロサウルス。分厚い頭骨を持つ、二足歩行の恐竜で、頭突きする姿でよく知られている、大人気の恐竜です。しかし、見つかる化石は頭骨のかけらばかり。頭骨以外の化石は見つかっておらず、本当の姿は、未だに謎の恐竜なのです。それでは、どうぞ。パキケファロサウルスは、後期白亜紀の北アメリカに住んでいた二足歩行の植物食性恐竜です。頭のてっぺんがドーム状に盛り上がった頭骨を持つのが特徴で、剣頭竜とか石頭恐竜などとも呼ばれます。生きていた時代は、ここら辺。白亜紀末期、約7210万年前から約6600万年前です。同じ時代の北アメリカには、ティラノサウルス、トリケラトプス、アンキロサウルス、エドモントニア、アンズーなどが住んでいました。最大体長、推定7メートルから8メートル。推定体重、300キロから500キロ。分類は、長板目、臭食頭亜目、剣頭竜科目、パキケファロサウルス科。剣頭竜類は、パキケファロサウルス類とも呼ばれ、このグループの代表種が、パキケファロサウルスです。学名の意味は、分厚い頭のトカゲ。パキは分厚い、ケファロは頭、サウルスはトカゲです。とても有名な恐竜ですが、頭骨以外の化石は、ほとんど見つかっておらず、本当の姿は不明。剣頭竜類で、唯一全身の化石が見つかっている、ステゴケラスの化石を元にして、復元されています。ステゴケラスは、パキケファロサウルスよりも、約800万年古い時代に生きていた、体長 2.5 メートルほどの剣頭竜類です。パキケファロサウルス発見史。パキケファロサウルスの発見史は、ちょっとややこしい。当時、トロードンという、歯、一本に対して付けられた学名があり、似たような歯を持つ化石が、すべてトロードンの仲間とされ、学名や分類が、混乱した黒歴史が関係しています。1931年に、ワイオミング州で発見された、部分的な頭骨が、最初に発見された、パキケファロサウルスの化石とされています。当時は、パキケファロサウルス、という学名ではありませんでした。トロードンに分類された恐竜、後のステゴケラス、の一種に分類され、チャールズ・ビルモアによって、トロードン・ワイオミンゲンシス、という学名が付けられています。1940年に、モンタナ州にて、ウィリアム・ウィンクリーによって、ほぼ完全な頭骨が発見され、トロードン・ワイオミンゲンシスと同種とされましたが、トロードン、後のステゴケラスよりも、明らかに大型でした。1943年、この頭骨をもとに、古生物学者、バーナム・ブラウンと、地質学者、エーリッヒ・シュライカーによって、トロードンとは別の、新しい属として考案されたのが、パキケファロサウルス属です。トロードン、ワイオミンゲンシスが、パキケファロサウルス属に再分類されたため、学名が、パキケファロサウルス、ワイオミンゲンシスとなったわけです。
タキケファロサウルスの頭骨です。ドーム状に盛り上がった頭のてっぺんと、トゲやコブで装飾された顔面を持ちます。後頭部にもコブやトゲがあります。顔面のコブやトゲは、左右対称です。歯には粗い鋸歯がついていて、三角形に尖っていますが、肉食性ではなく、植物食性です。肉食性恐竜と違い、歯はとても小さく、口先はくちばしになっています。口に入れた植物を、ザクザク噛んでごっくんするための歯です。従来、分厚い頭骨の役割は、助走をつけて頭をぶつけ合い、強さを競い合うため、とされてきました。頭骨に、ぶつけてできたような怪我の跡が見つかっているため、激しく頭突きをした証拠ともされています。今のところ、他の剣闘竜類では、頭を激しくぶつけ合うための仕組み、頭骨の衝撃を吸収するようなパッドや、首をねじらない作りは見つかっていません。近年では、ぶつけ合うというよりも、押し合ったり、小突き合ったりしたのではないか、と考えられていますが、化石が見つかっていないため、はっきりしていません。お辞儀をした体勢をとると、後頭部から鼻面にかけての面が、武装した盾のようになるので、威嚇や仲間へのアピールに使ったのかもしれません。スティギモロクとドラコレックス。剣闘竜類で人気のある種類に、スティギモロクとドラコレックスがいます。今のところ、タキケファロサウルスとは別属とされていますが、住んでいた時代も場所も、タキケファロサウルスとほぼ同じであるため、タキケファロサウルスの亜生体か幼体、もしくは、メスではないか、とされています。もし、どちらの種もタキケファロサウルスということになれば、成長によって、頭の飾りが変化したということになります。スティギモロクスピニファ。学名の意味は、スティクス川の悪魔。推定体長3メートル。後頭部に長いトゲがあり、顔が少し長めです。頭頂部は、少しだけ盛り上がっているのが特徴。タキケファロサウルスのメスか、亜生体ではないかとされています。ドラコレックス・ホグワルツや。学名の意味は、竜の王。種小名のホグワルツヤは、ハリーポッターシリーズに登場する、ホグワーツ魔法魔術学校から。推定体長、2.5 メートル。頭頂部は平らで、目の横やほっぺたにも、トゲがあるのが特徴です。頭と首の一部しか見つかっていないため、本当の姿は不明。タキケファロサウルスの幼体ではないか、とされています。今後、全身の化石が見つかれば、死有や成長過程の謎が一気に解決するかもしれません。次回の恐竜は、ケラトサウルス。まったねー。